ます。といってももう10時半ですけどね、今日最高の天気なんですよ。こういう日は営業した方がいいかなと思ったりもするんですけど、昨日もね、一昨日もその前もずっといい天気だったんですけどね、お客さん全然いないんですよ。もったいないことではあるけど、普段は雨季ですからね、こんな天気になるとは誰も思ってないと思うんですよ、島の人も。だからね、ちょっと泳ぎに行ってこようと思います。じゃあ荷物をで、もう椅子は積んであるね。最高に美しいですね。水は冷たいです。サードライランド到着です。10時30分、水も冷たいせいか誰もここまで、来ていませんね。今この状態が今日の満潮です。
10時50分、今から20分後満潮なんですけど、小潮という潮で、干満の差がほとんどなく、これぐらいの感じですね。また潮が引いてもそれほど変わらないような、日なんですよね。今日ね、懇意にしてるパン屋さん、石垣島の、パンドゥーミーさん営業日なんですよね。先日まで営業日を全く気にしてなくて、行くたびに休みだったのがあるんですけど、もう今ちゃんと覚えました。パンドゥーミーさん日曜、水曜日休みですで今日行こうかなと思ったけど、2月のね竹富島でこんないい天気の日ってね、また私の休みで、雨男の私の休みでこんないい天気もないので、今日はこっちに来ることにしました。いいね。はい、じゃあ一応到着したんで、まずは散歩してみますか。こっちのね奥の方にちょっと行ってみましょうか。誰もいない時間をねちょっと満喫しようということで、いやここのとこ晴天が続いてたんで暑かったんですよね。夏日がずっと続いて、だから海水はそんな冷たくないかもちょっと思い込んでたら結構冷たかったですまるで私に当たる世間の風のようにね、凍てつく寒さでしたね。慣れっこといえば慣れっこかなちなみにね、今日家の方はほとんど無風だったんですけど、ここに来たらね、風が、多分8メーター、9メーターぐらいは吹いてるのかな、体感だけどだからね、今 GoPro にスポンジのカバーをつけてね、撮影してます。どれぐらい効果があるのかわかんないんだけど、いつか買ったなんか GoPro にカバーをつけて、そのカバーにマイクもついてて、でマイクにモフモフがついてるっていうのを買ったんですよ。確か1万円ぐらいしたと思うんですよね。であれがね結構面倒で、なんか10回ぐらい使っても嫌になっちゃってね、結局はこのスポンジのカバーが一番いいんじゃないかなみたいな感じなんですよね。アウトドア系の人はね、都会の人はいいんだと思うんだけど、都会で GoPro 使うこともないかなとは思いますけどね。都会だったらiPhone とか Google Pixel とかねいいんじゃないかなと思うけど、ここのところねスマホからできるだけ離れようというね意思を持ってるんですけど、とりあえずここ来た時は今日は海水浴してるぞっていうことをねフォロワーさんたちに知らせていくというねことをしておこうかなと思います。はい、じゃあまず、富士山コーラいただきます。透明なんですよね。富士山コーラいただきます。うまい。味はでもコーラとちょっと違う気がするな。富士山の万年水使用。いや少し前にねSNS を突然一切やめた友人がいたんですよ。でどうしたのかなと思って気になってね連絡取ってみたんですね。そしたら常々、私もねちょっとスマホの使いすぎがちょっと良くないみたいなね、自分の体にね、皆さんはいいんですよ、自分の体にちょっと良くないなと思ってたんですけど、彼もね、体というよりは家族関係にちょっと害を及ぼし始めたみたいで、妻との会話とかね、子供との時間、あと自分の読書の時間も削られて、これはもう SNS が良くないと。
で、家族会議の結果スパッと辞めたというようなね、話をしてましたね。本当その通りですね。で今はもう妻との会話も増え、読書もできてね、いい感じだと。悟君もそうした方がいいよってね、いう感じだったと思うんですけどね。僕もね、辞めるというよりはちょっとね控えたいなと思って、例えばね朝昼晩だけちらっとチェックするとか、その方がいいんじゃないかなと思い始めて、寿命が見えてるとそういう気持ちが強いのかもしれないですね。若いうちはねなんとか意識しないかもしれないけど、あと何年しか生きられないとかこう逆算していくと、なんかスマホとかに使ってる時間はないなみたいな、かといって別に SNS が悪いわけじゃなくて、 SNS を得てね親友ができてる人とか、あと結婚できてる人とかね、ちょっとそういう人もいますからね。それはそれは個人それぞれだと思うんですよね。いやー、快晴の2月、海に浸かりながら飲むコーラうまいです。ほら、もう景色最高じゃないここ。すごいね。俺が邪魔だよね、その映像に。海何にもいなかったね。やけにこう船酔いみたいな感じになるなと思ったの。なんか頭がフラフラしてね。多分このゴムの匂いですね。もうダメだな、もうゴムの匂い我慢なんないこれ。もう買い替えよう。もう見た目がかっこいいとかもうどうでもいいね。足をつけてる感じ全然冷たくないよ今日ね。だけど奥の方ね、もう濃いとこまで行くと、色が濃いとこ、あの辺まで行くとすっごい冷たかった、水が。そういえば水面のあたりでこう逆さまになって撮影するのあれさ、やっぱりおじさんがやってもダメですよね。やっぱりこう美しい女性とか、それからモデル級になんかこうかっこいい男性がやればいいんだろうけど、ダメですね。でも自分自身の、自己満足としてはね、本当いいですよね。楽しいんです。ギリシャの方のパロス島っていう島で、宿を経営してる日本人の奥さんとそのパロス島の旦那さんで小さな娘さんのご家族がいるんですよ。でその方々が、家を空けるときにその、宿で飼ってる猫かなを世話してくれる人、宿に住みながら、そういう人を募集してるみたいなことを、ツイッターで言ってるのを見つけて、でこれはと思って、期間1ヶ月ぐらいなんですけど、
2月の。で、行きたいなと思って本気で悩み始めたんだけど、やっぱり2日間ぐらい悩んでたらもう決まっちゃったんですよ、他の人に。でそれでね、カヤックの時と同じことをやってしまったと思ってね、もう本当はその一度きりの人生、限りが限られてる人生で、もうそんなこと悩んでる暇ないなと思ってね、2回やっちゃったよっていうことがありました。それでその話の続きがあってね、その方から連絡が来て、竹富島に来てるって言うんですよね。と思ってね、1時間ぐらいねおしゃべりしたんですけど、スマホから SNS から離れたいって言いながら SNS でね、そういう出会いをまたしてしまったというねほら、水もすごい綺麗。ウエットがゴム臭い。もう脱ごう。すごい臭い。ほら、ここサトルアイランドがこう2段重ねになってるまあどうでもいいか。夏の間はね、ほら通り雨が多い地域なんで、家にいない時に布団とかを外に干すのってもう本当危険なんですよね。で今日はね、冬場のこの晴れの予報の時は大丈夫だろうなと思ってね、今布団を干しっぱなしにしてます。いや、2月にね布団を干せる日って普段はめったにないんですよ。ほんと今年すごいですよね。もう半年以上過ぎたよね、晴れがずっと続いて。楽しい。足もパチパチしてると気持ちいい竹富島水牛車に勤めながら、竹富島の赤瓦原のね一軒家を借りて、足つぼマッサージを開業した女性がいるんですけど、その方のツイッターでね、ツイッターの足つぼサロン、足ビナってお店の名前ね。そこのツイッターでね、なんか今朝女優さんがお客さんでやってきたって書いてた。誰だろうね。ふらっとくる女優さんがいるんですね。ぜひね、皆さんもそこ赤瓦のね、家屋で足つぼマッサージって多分日本でそこだけじゃないですか。ぜひ皆さんもね行ってみてください。足つぼサロン足ビナさんです。ただまだね、今のところ水牛車に勤めながらなんで、営業日が結構少ないみたいで、ただ夜はいつでもやってるみたいなんで、宿に泊まってる方はね夜やってみてもいいかもしれないですね。飛行機雲どこに行くのかな。ハワイとは方向が違うもんね。あっちもある。ほら、出会い頭、ほら結構近そうに見えるけど、どれぐらい離れてるんだろうね。雲の中ですれ違う感じだね。波照間かな。もしかして片方は波照間島行きか波照間島初なのかなね。波照間の飛行機就航したじゃないですか。もう今まで何度もね就航するって言ってもうやめて、またやるって言ってやめて、僕ずーっと何回も繰り返したけど、やっと始まったけど、採算が取れるのかどうかですよね。
両方から出てきた。あっちで出てこっち出てきて面白いね。こんなの初めて見た。はい、ということで今日ねちゃんと栓抜きをね持ってきたんですよ。やっと飲めるこのルートビアいただきます。すごいこれ栓開けた途端にねすっごいいい香りがする。じゃあいただきます美味しい。ちょっと A&W の人に怒られちゃうんですけど比べ物なんない。最高に美味しいこれ。これねアメリカの方がねアメリカで買って竹富島まで持ってきてくれたんですよ。確かウィスコンシン州の方だったと思うんですけど、ご夫婦とねあと友人と3名で来て、でその後これがあまりに美味しいんで調べたんですよね。そしたらなんかアメリカのルートビアの大会かなんかわかんないですけど1位かなんか取ってる、優勝してるかなんか金賞だったかな、とにかくねトップ取ってるんですよ。これすごいですね。名前わかんないんですけどこれスプレッチャーかな、スプレッチャーって読むのか、そんな感じの名前。ぜひ皆さんなんか通販で買ってみてください。ほんとうまいんですよこれ。最高。なんかね蜂蜜書いてあるメイドウィズハニーって書いてあるね。ごちそうさまです。帰って片付け終わったら2時ぐらいか。じゃあそろそろ帰ろうかな。最高に気持ちいいんですよね。ちょっともう帰るのもったいない感じもするんですけど、そろそろ帰りましょう。もう何時間経った？だいぶ時間経ったもんね。ちょっと遊びすぎた。じゃあ行こう。じゃあ名残惜しいけど帰りますか。このビーチで暮らしていけたらそれはそれで楽しいんですけどね、そういうわけにもいきませんからね。なんかせっかく乾いたのにねまた、溝落ちまで濡れるのかと思うと残念な気がするけど日陰だから止めてたんだけど、どうやら電線のために上をね結構切ったみたいで、しばらくの間はここは日向になっちゃうね。今ねポンドビーチからこっち帰ろうとして車に乗り込んだらね、その外からすいませんって声かけられて、60歳ぐらいの男性かな。で佐藤さんですかっていうか、そうですって言って、視聴者さんだなと思うじゃないですか。そしたら韓国から、来てる方で一人旅で、奥さんは家に置いてね、でいつも韓国でねこのマニアックな小さなチャンネルを見てくれてるみたいなんですよ。嬉しいですね。こんな特に情報もないコンドビーチの映像のなんか嬉しくて、ついついねもう一回車から降りてね長いこと立ち話しちゃいましたね。嬉しかったですね。韓国のパクさん、ね、いやまたお会いできればいいなと思います、ね。でたまたま1週間の旅行なんですけど、ね、これから1週間ってすごい天気がいいじゃないですか。
ほんといい時当たったなと思って。ちょっと話は変わるけどね、ここね、2月には珍しくいい木陰ができてるなと思って、いいね。2月は普通雨だからね。ほら、いいねこの感じ。じゃあ片付けしようかな。